皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、新型コロナウイルスの日本における感染状況についてです。今日本では感染者数が非常に多くなっているという報道が大多数です。朝からワイドショーにしても、テレビのニュースなどを見てもほとんどが感染者数がこれだけ増えている。これはもう第2波の到来だといった不安を煽るような報道がほとんどです。しかし、報道の中においても少数派の中には科学的根拠に基づいて、これは全く違う見方ができることも一部では報じられています。しかし、そうした意見というものは非常に少数派であり、ほとんどの人がテレビ報道などを見て、今は感染者数がものすごく増えているんだ、なんてことだと不安に感じている人の方が圧倒的に多いように私には見えます。このことについてまず最初に結論を言いましょう。4月の方がはるかに状況は悪かったです。そして今の状況はそれに比べるとはるかにマシで、しかもその上にこれから状況はむしろ改善方向に向かっていきます。ワイドショーをずっと見ている人にしてみれば、一体何を言っているんだと思われるかもしれませんが、これが本当のことです。今回はそのことについて触れていきましょう。まずは今回は治療薬の話、そしてワクチンの話、そして感染状況、日本、そして世界の話へとニュースを拾っていった後に、この話についての解説を行っていきます。それでは関連ニュースをどうぞ。デキサメタゾンを新型コロナ治療薬に推奨へ。重度の肺炎などに使用されるステロイド剤のデキサメタゾンが新型コロナウイルスによる重症患者の治療にも効果があることが海外の研究で確認されたとして、厚生労働省は治療薬として推奨することになりました。デキサメタゾンは重度の肺炎やリウマチなどに使用されるステロイド剤で、イギリスで行われた臨床試験の結果、新型コロナウイルスによる重症患者の死亡例を減少させたことが先月明らかになりました。これを受け、厚生労働省は新型コロナウイルス感染症の診療ガイドラインにデキサメタゾンを新たに掲載しました。軽症患者については効果が見られなかったということで、重症患者への投与を推奨することにしています。この薬はすでに重度の感染症や肺炎の治療薬として国内で広く使われているため、新たな承認の手続きは必要ありませんが、厚生労働省は治療薬としての周知を図ることにしています。新型コロナウイルスの治療に使われる薬として有効性が確認されたのは、今年5月に特例承認されたレムデシビルに続き2例目となります。続いて、ワクチンの開発状況も見ていきましょう。イギリス製薬大手のアストラゼネカは20日、オックスフォード大学と開発している新型コロナウイルスのワクチンの初期の臨床試験で強い免疫反応を確認したと発表した。ワクチンは9月にも供給を始める予定で、新型コロナ対策としての期待が高まっている。開発中のワクチンを18歳から55歳の1077人に投与して反応などを確かめた。ほとんどの人の体内で抗体を作ることが確認され、ワクチンを2回打った人はより強い効果が認められたという。治験はイギリスやブラジルなどで進んでおり、日本では8月にも治験をする方向で調整している。アストラゼネカのパスカル・ソリオ最高経営責任者は20日に記者会見し、日本へのワクチン供給について1億回を念頭に政府と交渉していると述べた。新型コロナの感染拡大に歯止めがかからない中、ワクチンに期待が高まっている。アメリカや中国をはじめ世界中で開発されているが、アストラゼネカのワクチンは医療機関などに9月にも供給する予定で、最も早い部類に入る。イギリス政府が同ワクチンの1億回分の調達に目処をつけたほか、ドイツ、フランス、イタリア、オランダによるワクチン同盟も3億回から4億回分を確保するなど、早くも獲得競争が始まっている。ワクチンの開発は他にも進んでいるところがあります。アメリカファイザーの新型コロナワクチン初期治験で好結果。製薬大手ファイザーは20日、ドイツの製薬ベンチャーと共同開発する新型コロナウイルスのワクチンについて、キラー T 細胞と呼ばれる免疫システム反応を引き起こすことを確認したと公表した。この T 細胞はウイルスを攻撃する働きを持ち、抗体が体内から消えた後もウイルスへの防御機能を持ち続けるとの研究がある。今後、大規模な治験で実証を進める。ファイザーはドイツビオンテックと組み、ワクチン候補 BNT16 に4種類の治験を進めている。
4月から5月、60人が参加して、ドイツで行った初期から中期の治験で、複数の新型コロナの変異株に対し、T 細胞の反応を引き起こすとのデータを得た。ファイザーは早ければ今月中にも、最大3万人を対象とした次の治験に進む。2020年末までに1億本、21年には13億本の供給が可能と見ている。そしてこちらがワクチンの開発状況を表した図です。イギリスのオックスフォード大学プラスアストラゼネカが供給量20億回分とかなり突き抜けていることがわかります。そしてこちらは9月の実用化を目指しています。そしてアメリカのモデルナ社、こちらもやはり同じように9月をめどに実用化に向かっています。そして私はほとんど取り上げることはないのですが、中国でもワクチン開発は行われており、こちらも9月に実用化が見込まれています。残念ながらこの分野において日本は開発が遅れており、おおむね来年の春頃に実用化が見込まれています。日本産のワクチンが遅れ、その代わりイギリスのアストラゼネカのワクチンを輸入するのではないかといった話もあるわけですが、まずは当面足元で新型コロナウイルスの感染状況がどうなっているかも見ていきましょう。ワイドショーなどでは連日感染者数が増加しているといった話が延々と繰り返されています。そのことがわかるのがこの感染者数の推移、3月から現在7月現在までの感染者数のグラフです。確かにワイドショーが騒ぐように感染者数は4月で大きな山を作り、その後5月、6月と比較的収まっていたのですが、7月に入ってからは急激に伸び、1日の感染者数の確認数が4月を超えるようになっています。そのため、テレビニュースやワイドショーなどを中心に情報を得ている人たちは、新型コロナウイルスの感染が広がって怖い怖いと声を上げているのが現状です。しかし、表面上の数値だけを見ていれば確かに感染者数の増加が著しいのですが、その実態についての数字についてはテレビではほとんど触れてくれていません。こちらは同じく3月から7月現在までの日々の重症者数の増減を表したグラフです。4月はそれこそ感染者数の確認に伴って重症者も日々発生していました。ところが5月6月とそれが全く逆転して日々重症者が減るということが続いていました。そして現在感染者数の増加というものが見られるわけですが、それに比べると重症者の発生は非常に少ないことがわかります。その結果一体何が起こっているかといえば、死亡者数の推移、こちらの方を見てください。同じく期間は3月から7月現在です。感染者数が大きく増加した4月、そして闘病期間もあったため、4月から5月にかけて亡くなった方の大きな山がやってきています。ところが今はどうでしょうか。重病者数があまり伸びていないこともあって、同じように死亡者数もほとんど増えないといったことが現象として起こっています。このような感染者数の増加と死亡者数の低下といったものが果たして日本だけの現象なのか他の国も見ていきましょう。まずはアメリカです。アメリカにおいては都市封鎖といったものが必ずしも機能してはおらず、黒人暴行死事件以降多くの人々が街に出て、そのため感染者数の増加というものが見られます。そのことを示しているのがこちらのグラフです。初期の感染者数の増加がぐっと広がった後、その後横ばいになってさらにこの6月から7月にかけて大きく感染者数が伸びました。ですから7月20日、1日での感染者確認数が55,896人と非常に多くの人が感染者として確認されています。このグラフだけを見れば死亡者数も同じように上がっているはずだというふうに考える方もおられるでしょう。しかし実態は違います。こちらがアメリカの死亡者数の推移です。確かに4月の感染の初期における爆発、この時には死亡者数は非常に多く出ています。ところが感染者数が増加しているのにもかかわらず、一方で死亡者数はむしろ右肩下がりでゆっくりと下がってきているのです。ヨーロッパの感染状況についても見ていきましょう。こちらはフランスの感染者数のグラフです。3月から4月にかけては非常に多くの感染者が出ていましたが、現在では1日あたり697人となっています。もちろんこの数は日本においては非常に多いなと思われるわけですが、フランスでは国境を開放し経済活動の再開に踏み切っています。なぜそのようなことができるかといえば、理由は死亡者数の推移です。1日の感染者数が数百人というレベルであっても、フランスの死亡者数は3月をピークにして、そこからは右肩下がり、5月、6月、7月と進んで、現在の7月においてはほとんど亡くなっている人が出てきていません。
ヨーロッパで一番最初に大きな感染爆発が見られたイタリアの状況についても見ていきましょう。こちらも感染者数の増加、そのペースというのは3月に一番大きな山が来て、その後感染者数の増加ペースというものは緩まってきています。そして死亡者数の推移です。初期の感染爆発に伴って起こった医療崩壊、それに伴う死者というものが3月に大きなピークをつけてました。それ以後イタリアでは感染者数の増加ペースが収まるのと同じようにして死亡者数も大幅に減少が続いています。これらのことから一体何がわかるか、この後解説を行っていきます。動画の冒頭で私は結論を一つ言いました。それは4月の方がはるかに状況は悪かったと。まずこのことについて解説をしましょう。皆さんぜひ思い出してみてください。春先は一体どのような状況だったでしょうか。例えばマスクは手に入ったでしょうか。手に入ったとしてそのマスクというのは値段が非常に高かったのではないでしょうか。これは医療機関についても全く同じことが起こっていました。医療用の N95 という規格のマスクは非常に数が不足しており、もしくは手に入れるにも非常に高価になっていました。他の医療用品についてもそうです。防護服が足りないので、カッパなどを代用するといったことも見られました。そして PCR 検査についてもたびたびいろんな報道が流れ、その中には高熱がずっと続いているのに PCR 検査を受けようと思っても受けさせてくれないといったそういった声なども何度となくインターネット上でもテレビ上でも新聞報道でも溢れ返りました。日本の PCR 検査体制は非常に不十分であるといったことがたびたび指摘されていた状況です。医療機関においても新型コロナウイルスに対してどのような対応をするのか非常に苦慮していた時期で、院内感染なども全国で多発しました。そのために何々病院で集団感染が発生しましたといったニュースも何度となく目にしたでしょう。このような状況で4月の感染者数を見ていった場合に、その感染者数が重症者へとつながり、その重症者の中からまた命を失う人が出てくるというこの構図、それ自体は当時の医療機関に対する圧迫というものがかなりあったことを示しています。そして私たちが忘れてはならないのが、この当時の PCR 検査というものが非常に絞られていたということは忘れてはなりません。お医者さんがこの人は新型コロナウイルスにかかっているかなというのを調べるときに、例えば CT 検査などを行って、この人には肺炎の症状が見られる。だから新型コロナウイルスを疑う。そして PCR 検査をしようといった、そういった手順を踏むことが非常に多くありました。そのように、ある程度厳選された形での PCR 検査が行われており、そのことによって命を失う可能性のある、そうした人々に対する治療というものが最優先されていた時期だったのです。では、一体今の PCR 検査の状況がどうなっているかといえば、全く状況は変わっています。そもそも検査体制そのものが大幅に拡充されており、検査件数そのものも大幅に増加しました。そして、どのような人に対して PCR 検査を行うのか、この点についても大きな変化がありました。それは濃厚接触者や、もしくは集団感染が発生したお店など、その関係者などに対して、たとえ症状がなくても絨毯爆撃的に非常に多くの PCR 検査を実施するようになったことです。その結果生まれたのが、無症状感染者や、もしくは軽症者が非常に大量に出るという現象です。ここで一つ気をつけなければならないのは、確かに新型コロナウイルスに感染したとしても、症状がずっと出ないままの無症状のまま完治する人たちというのも非常に多くいます。これは4月の PCR 検査ではそもそも検査対象ではないことがほとんどであり、現在においてだからこそ見つかる感染者なのです。ですから逆に言えば、もしも4月の段階で PCR 検査体制が非常に多くの検査がこなせるような状況であったならば、当時の感染者確認数というものは、これは単純に重症者数から逆算する形で無症状感染者や、もしくは病院に行くほどではない軽症患者の人たちを考えると、実数はもっと多かったということです。ですから現在の感染者数についてどのように考えればよいか、私たちが一番見なければならないのは一体どこかといえば、それは重症患者数の推移です。4月と現在においては PCR 検査を行うその基準そのものが変わっており、そして検査体制も変わっているというこの前提条件の違いによって、私たちは同じ感染者数という数字を見ていても、実質的には全く違うものになっていることを意識しなければなりません。さらに4月と現在では違うことがあります。それはウイルスの感染力についてです。新型コロナウイルスは人から人へと感染が移っていき、そして感染地域なども広がっていきましたが、その中において少しずつその遺伝子についても変異が見られています。新型コロナウイルスの枠を超えるわけではなく、その小さい部分が変わっているという話です。その中においても徐々に変異を繰り返すことによって感染力が上がったと言われています。
この感染力が上がったかどうかという点についてはまだまだ議論はありますが、少なくとも大きな見方としては、地球規模で感染者数が増加しているよということを見れば、確かにそうかもしれないという一つの説です。ではそのように変異が起こっている間、人間側の変化は一体何があったのでしょうか。それはまず第一に、医療体制の整備が挙げられます。今回最初の記事でも紹介しましたが、治療薬として認定される薬が2つ目増えました。このチャンネルでは何度かこうした治療薬の候補というものを紹介してきました。アビガンやフサンやイベルメクチンやシクレソニドやアクテムラ、その他抗体結晶や私が取り上げていない薬などもたくさんあったでしょう。そのような薬の中から今回紹介した記事などが出ました。そして治療薬として認定されてはいなくても、新型コロナウイルスの患者にどのように対応し治療に当たっていくか、そのための知識や方法といったものが医療関係者の間の中で積み重ねられ周知されるようになってきました。また医療用品の不足などについても時を経ることにだんだんとその問題は解消されていきました。院内感染が起こる確率そのものについても対応のレベルが上がることによって問題の発生確率というものが下がっています。ですから、たとえ新型コロナウイルスの変異が続き、感染力が上がったとしても、病院における治療というものが良くなれば、それによって重症化する率というものも現場では下がっていくことになります。また、初期の感染爆発期において見られたのが高齢者施設の集団感染です。特に欧米などにおいてはこの高齢者施設での集団感染というものが凄まじい猛威を振るいました。イタリアでもスペインでもイギリスでもこの高齢者施設などでは大量の感染者が生まれ、そしてほとんど医療が受けられないまま亡くなっている人というものも大量に見つかっています。そのような悲しい出来事を経て少なくともそういった施設などの防御というものも現在では高まっています。これは日本でも同様で新型コロナウイルスが高齢者に広がることを防ぐために施設の職員が非常に神経質になってこの防御に当たっています。このように4月の状況が悪かったのに比べれば現在の7月というものは無症状の感染者なども大量に見つけるような PCR 検査が行われており、重症者数が全然伸びていないことを見ればわかるように事態は4月よりもはるかに改善されているのです。ですから今後何を私たちが見て気をつけなければならないかといえば重症者数が一体どれだけ伸びるかということです。もはや新型コロナウイルスというのは目に見えない形で私たちの周りにありふれた病原菌として広まろうとしています。ですが全体の状況そのものは改善に向かっていることは間違いありません。そもそも PCR 検査を大幅に増やして無症状やもしくは軽症者の人たちを大量にあぶり出すことができているのですから、その人たちを例えばホテルなどに入れて隔離することができればそこで感染の拡大というものは防ぐことができます。無症状やほとんど風邪の症状と変わらないような人たちを病院に入院させていたのであれば、それは病院の許容量というものを圧迫するので、これは間違った政策でしょう。しかし、ホテルなどを確保してそれらの人々を囲い込むことができれば、それ自体は非常に前向きな話です。決して感染者数が非常に多く見つかって、大変だ大変だと言っているだけでは、この感染症そのものを抑えることはできません。しかし、4月の段階と明らかに変わっている点は、月日が経っているというこの事実です。4月の段階では、例えば、ワクチンの開発などは、まだ1段階目、2段階目、もしくは動物実験の段階ですよといった、そういった状況であり、まだまだ実力は見えていないのが現実でした。しかし、7月現在においては、2つ目の記事で紹介したように、各国でワクチンの開発というものが進んでおり、それらのほとんどがある程度の結果を出しています。新型コロナウイルスに対するワクチンの効果というものはだいたい1年程度しか持たないと考えられており、何年も何年も持つようなものではありません。ですから流行のシーズンの前、それこそインフルエンザワクチンのように毎年のように打つような形になるでしょう。しかし現在のペースで世界各国での開発が行われ、それらの中から有望なものが出てくれば、新型コロナウイルスの凄まじい感染爆発といったものは今後抑えられることは間違いありません。そして治療薬についても全く同じように言えて、それぞれ各国において治験が行われており、この薬は効くかな効かないかなといった話がだんだんと進んできます。それらの薬の中には当初は日が当たらなかったいたものも、これは効くんだなということが分かって広く使われる薬も当然あるでしょう。このように医療現場の対応レベルが上がり、そして医療品の不足なども解消され、治療薬についても複数選択肢が登場し、そしてワクチンが登場するようになれば、新型コロナウイルスの脅威というものはぐっと下がってきます。ですから4月の方がはるかに状況が悪く、現在の方がはるかに状況が良いのです。
ワクチンの開発が終われば、医療関係者などからまずワクチンを接種し、これによって集団感染の発生というものを大幅に抑えることができるでしょう。また、新型コロナウイルスの特性として、年齢が高ければ高いほど重症化のリスクが高いという、この特性そのものは変わるわけではありませんから、高齢者を中心にワクチンの接種などが進めば、全体の重症化率や死亡率についても大幅に低減するのは間違いありません。ただ、ここまでお話ししたように、4月の状況の方がはるかに悪かったということは、皆さんに納得していただけたかとは思うのですが、同時に気をつけなければならないことがあります。それは、今の方が状況がいいんだから、じゃあ感染症対策はやらなくてもいいなと思うのは、それは大きな間違いです。例えば、感染症対策として手を洗いましょうといったことは、これからも継続すべきです。少なくとも今の方が状況が良いからもうトイレに行っても手を洗わないよという人はそれは大きな間違いです。またスーパーや公共施設の出入り口にアルコール消毒スプレーなどがあったらそれは入るときに1回そして出るときにもすることによってウイルスや菌を中に入れないそして外に持ち出さないといったそういった基本的な行動もしくは咳エチケットなどもこれは習慣すべきものです。新型コロナウイルスだけではなく他の感染症など全般についてかなり効果のある対応だからです。ここまで述べてきたような事情というものは他にも世界にも結構当てはまるものです。感染者数が非常に増加しているということは PCR 検査体制というものがどんどんと充実していることを意味します。アメリカなどがその例に非常によく当てはまるでしょう。アメリカでは感染者の確認数というものはどんどん上がってはいますが、確かにそれは新型コロナウイルスがいかにも蔓延しているというこの状況を確かに表しています。しかし同時に死亡者数は徐々に下がっているのですから、新型コロナウイルスの伝染力が上がり、しかし同時に毒性が変わっていない。しかし医療側の対応というもののレベルが上がることによって死亡者数がだんだんと抑えられてきているというこの事実は見過ごせません。またヨーロッパなどにおいては感染者数の増加ペースというものも明らかに鈍り、現在では非常に下火になっています。現在の日本の感染者数に比べれば、はるかに高いレベルの感染者数ではあるものも、もはや国境を開放し、そして街中における活動なども順次開放しています。そうした政策が取れるのは、死亡者数が明らかに減ってきているというこの事実です。日本のテレビ報道ではこの重症者数や死亡者数にこそ本来は目を向けなければならないということについて今はまだまだ少数派の意見にしか過ぎません。ほとんどが不安を煽るような形で今日も感染者数がこれだけいましたよ、これだけいたんだから不安でしょといったことを煽るような内容になっています。4月と比べて PCR 検査を受けるその条件というものが大幅に変わっていることなどはもっと言及すべきですし、医療側の対応レベルが上がることによって重症者数もそして死亡者数も大幅に低下しているというこの事実こそが本来は私たちが見なければならない数値なのです。そして最後に一つだけ付け加えをしましょう。それは医療品不足が非常に激しかった時期においては中国がマスク外交というものを行いました。医療品が不足しているところに中国からこれだけの医療品を提供したんだよというのを非常に大々的に広告していました。そのため非常に多くの被害者が出ていた国々などにおいては医療品の不足というものが目立っていましたから、これに感謝する動きというものもあったのです。これと同じことがワクチンでも起こるでしょう。中国でワクチン開発を行っており、イギリスやアメリカと同レベルのものがもう開発完了に向かっていると言われています。中国が独力でワクチンを完全に開発したかどうかというのは分かりませんが、中国のスパイが欧米各国の研究機関などに対してハッキングをかけてワクチン開発の情報などを盗み出そうとしているといったそういった問題なども報じられており、表沙汰になっていないところでは欧米から盗み出した研究データなどをもとにして中国のワクチン開発が進んでいる面もあるかもしれません。その真偽のほどは一旦置いておくとして、中国がワクチンを開発完了したとなれば、彼らがワクチン外交を行うのは間違いありません。そして彼らが配る先というのはそれこそ中国を支持してくれる国というものを積極的に支援するでしょう。例えば新疆ウイグル問題や香港の問題などにおいて中国を支持する国があるというのはこのチャンネルの中で述べました。中国は決して世界から孤立しているわけではないのです。政治的にも経済的においても中国はしたたかであり、決して完全な孤立を招くようなことはありません。そのために様々な手を駆使するのです。
チャイナマネーの力というものはそれだけ大きな政治力を持っているのです。そして中国を助けるような影響力をもたらそうとしているのがこのワクチン外交です。欧米で開発されたワクチンというものは欧米を中心にまず配られることになります。基本的にはまず我が国の国民に対してワクチンを配らなければならないというのは別にどこの国もそう考えるでしょう。決して自分の国で足りないのに他の国にどんどん回そうというそうした動きはありません。まず世界各国開発企業と交渉してどのくらいの本数を我が国に送ってくれるかというのを調整している最中です。一方で中国はどうでしょう。中国は自称我が国においては新型コロナウイルスは制圧できているという立場ですから、開発が完了した後積極的に海外にこのワクチンというものを送ることができます。一方で中国を支持してくれる国、例えば中東のイランなどにおいては新型コロナウイルスが蔓延して非常に多くの犠牲者が今も出続けています。また中東各国その他にもサウジアラビアや UAE、 そして内戦の続くようなシリアやその他のアフリカ大陸や南米諸国などにおいてもどうしても欧米から渡ってくるワクチンというものは非常に限られた本数になるでしょう。そこに中国が積極的にワクチン開発が終わって、さあ君たちに配りますよということをすれば、それらの国々から非常に感謝される可能性があるのです。新型コロナウイルスの世界的流行パンデミックというのは病気の話ではありますが、しかしそれだけにとどまるものではありません。世界経済についても、そして国際情勢についても影響を与えるような出来事であることは間違いないのです。皆さんは今回の私の話を聞いてどのようなことを考えたでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録を、そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックもよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。